鉄道百風景。東北岩手から秋田にかけて奥羽山脈をまたぐ田沢湖線と沿線の風景をご紹介します。盛岡を出ると次々に現れる日本有数の景勝地。盛岡雫石エリアから仙北エリアを抜け大山エリアを目指します。岩手県盛岡市の盛岡駅と秋田県大仙市の大曲駅を結ぶ田沢湖線。総延長は 75.6km で JR 東日本の鉄道路線です。盛岡を出ると日本最大級の民間総合農場である小岩農場、水深日本一を誇る田沢湖、一国の小京都として名高い角館武家屋敷通り、そして終点の大曲は日本最高峰の花火大会大曲の花火が開催され、例年60万人以上が訪れます。これほどの観光ポイントがあるにもかかわらず、田沢湖線の普通列車の本数は岩手側は 1,2 時間に1本程度、秋田側が 2,3 時間に1本程度、そして全線直通の普通列車は上り下りともに3本と非常に少ないのです。実はこの田沢湖線には在来線特急扱いになりますが、同じレールに秋田新幹線が運行しています。都市部からの広域輸送はこの新幹線が担っていて、運行本数は約1時間に1本、シーズンやイベント時には大幅に増発されます。この秋田新幹線はそのほとんどが盛岡駅まで東北新幹線と並結されて運行します。そして盛岡駅で切り離され、在来線である田沢湖線に入り、奥羽本線を経て秋田まで向かいます。ここで少し鉄道のレールの話をしましょう。左が通常の在来線、右が田沢湖線のレールです。幅が広くなっていることがわかるでしょうか。通常 JR の在来線では左のようにレール頭頂部の内側の間隔が 1067mm の狭軌と呼ばれる規格が採用されていますが、右の田沢湖線では新幹線同様 1435mm の標準機が採用されています。これは心在直通運転と呼ばれ、広域輸送の新幹線、地域輸送の在来線、両者の一体的なネットワークを形成する手法です。この心在直通運転により、東京から田沢湖、角館、大曲、さらには秋田まで新幹線により乗り換えなしで結ぶことが可能となっています。では次に田沢湖線の歴史を見ていきましょう。この路線は盛岡と大曲を結ぶ横断線として当初は西極線という名称で計画され、比較的建設が容易な軽便鉄道法を準用して建設された路線です。この西極線は橋場線、西京線、小保内線の3区間をそれぞれ軽便鉄道として建設されることが決まりました。1921年の大正10年6月、まずはじめに盛岡雫石間が橋場軽便線として開業します。秋田側では大曲角館間が小保内軽便線として7月に開業し、12月には神代まで延伸します。翌年の大正11年、盛岡側では橋場駅まで延伸。この年、軽便鉄道法廃止により
名称からそれぞれ軽便が取れ、橋場線と小保内線に改称されます。大正12年、神代小保内間が開通します。この辺りの大正末期には全通のための調査までされていたものの、緊縮財政のため工事は見送りとなります。1926年、大正から昭和へと年号が変わります。1937年の昭和12年、ここでようやく橋場小保内間が正京線として着工されます。当初の路線計画は国見温泉方面を経由した国道46号線千貫峠の旧道に近似したルートでした。しかし志度内付近まで完成した段階で日中戦争の激化により、翌年の昭和13年、工事の中止を余儀なくされます。さらに昭和19年、橋場線の雫石橋場間が不要不急線として休止となってしまい、この区間のレールが取り外されてしまいます。そして翌年の昭和20年に終戦を迎えます。工事が再開されたのは13年後の昭和33年のことです。この時、戦前の工事計画は放棄され、橋場駅手前で分岐させて志度内と結ぶ短絡ルートへと変更になります。昭和39年、その分岐点に新駅として建設されたのが赤渕駅です。事実上この赤渕駅が橋場駅の代替駅となり、橋場線の終着駅となりました。このことでレールが撤去されたままになっていた橋場駅に再びレールが敷かれることはありませんでしたが、この橋場駅は草木に埋もれながらもその姿を現在に残しています。そして2年後の昭和41年、難工事の末、東北の中央を縦貫する脊梁山脈、奥羽山脈を千貫トンネルが貫通します。小保内赤渕間 18.1km という長区間のため、秋田側の千貫トンネル入り口先には志度内信号場、岩手側の入り口先には大地沢信号場の2つの信号場が開設され、45年という歳月を費やし、ついに全線開通します。この時、路線名も田沢湖線に改称され、小保内駅は現在の田沢湖駅に改称されました。1982年の昭和57年、東北新幹線大宮盛岡間が開業。それに伴い田沢湖線も全線電化されます。1987年、国鉄分割民営化により JR 東日本が承継。その後、東京秋田間のミニ新幹線構想が浮上し、1996年3月から1年間、列車の運行停止を行い、1067mm から 1435mm に改規が行われました。そして1997年3月、改規の完了と同時に秋田新幹線が開業し、現在に至ります。東京秋田間を最速で3時間38分で結ぶ秋田新幹線。田沢湖線はその直通運転においてもとても重要な路線となります。盛岡駅を立ち、大曲駅へと向かう列車に乗って、東北の美しい風景や観光スポットを共に見ていきましょう。岩手県中部、雄大な岩手山の裾野に広がる盛岡市。岩手県内最大の都市でもあり、政治、経済、交通の中心都市です。また、豊かな自然に囲まれ、
歴史的な街並みは観光名所としても高い評価を得ています。今回はこの岩手県の盛岡から秋田県の大曲を目指します。石川啄木や宮沢賢治など多くの文学者を生み出してきた町、盛岡。この盛岡駅は岩手県内で乗車人員が最も多く、東北新幹線、秋田新幹線のほか、東北本線、田沢湖線、山田線、岩手銀河鉄道線などさまざまな路線が乗り入れるターミナル駅です。盛岡というとクラシカルな街並みのイメージですが、駅前の風景はバスやタクシーが行き交い、ビルも多く、とても都会的な印象を受けます。盛岡を出る前に明治時代の建築で有名な岩手銀行旧本店に行ってみましょう。駅から 1.8km ほどのところにある岩手銀行赤レンガ館。市街地の中心部に位置し、盛岡の代表的な景観の一つです。1994年に国の重要文化財に指定されています。基礎や壁、間仕切りに使われている91万個のレンガは刻印がないため産地の特定はできていませんが、質や輸送の手間などを考えると地元盛岡で作られた可能性が高いと考えられています。2012年8月3日に銀行としての営業を終了し、約3年半に及ぶ保存修理工事を経て2016年に一般公開されました。この建物は旧盛岡銀行として明治44年に竣工しました。設計者は日本銀行本店、東京駅などを手掛けた辰野金吾、そして地元盛岡出身の葛西万次の両者によるもので、赤レンガの愛称で親しまれています。建築資材の多くは地元東北の材料が使用されています。また木工や石工など建設にあたった職人も技術上支障がない限り地元の職人を多く使用することを目的に工事が進められました。館内の内装化粧材に使われている木材は青森ヒバで、ほとんど補修の手が入っておらず、当時の姿のままで残っています。2016年に完了した保存修理工事では、創建当時に戻し、床は取り払われ、吹き抜けには本来の外光が差し込んでいます。時代の変化に対応しつつ、その姿を大きく変えることなく、赤レンガの銀行として愛され続けてきた岩手銀行旧本店本館。現在もなお盛岡の中心部でその風景に溶け込んでいます。
では盛岡駅を出発して沿線を見ていきましょう。盛岡駅は改札階が2階、新幹線のホームは3階、そして田沢湖線のホームは1階の一番西側にあります。田沢湖線で使用されている701系5000番台という車両は秋田新幹線開業時、標準機のレールに対応するために投入された車体で、ピンクと青紫の帯色が特徴です。座席はセミクロスシート配列となっていて、観光名所が多い田沢湖線の風景をゆったり楽しむことができます。それでは出発です。盛岡駅を出ると左に大きくカーブして高架を上ります。上りきると間もなく右側から来る新幹線のレールと合流します。次は大釜です。購入際は一番前の運転士用の操作となります。ご準備ください。大釜駅を過ぎると右手に現れた森を囲むように線路がカーブします。ここは八幡立山遺跡といって、平安時代の豪族安倍氏の山城跡と推定されていますが、戦国時代16世紀後半にも和賀氏の氏族である大釜氏の山城として再利用されていた場所です。八幡立山遺跡を過ぎると間もなく小岩井駅に到着します。この JR 小岩井駅は大正10年の羽柴軽便線の開業当時に建てられた床面積87平方メートルの木造平屋建て駅舎です。現在は改修工事中ですが、2023年の冬頃には工事が完了するようです。小岩井駅からタクシーで約10分、6km ほどの場所に日本最大級の民間総合農場小岩井農場があります。この場所は岩手山を背景として孤高に咲き誇る一本桜でご存知の方も多いのではないでしょうか。
この小祝農場ですが、その始まりはとても深いストーリーがありました。小祝農場ができる以前、この地は開墾されることもなく不毛の原野でした。明治21年、東北本線延伸工事の視察のため、明治政府鉄道局長官井上勝がこの地を訪れます。岩手南麓に広がる荒れ地を前に、井上の胸に去来したのは、長年鉄道敷設事業に携わる中で数多くの美しい田畑を潰したことに対する悔恨の念だったといいます。このような荒れ地が手つかずで放置されているのであれば、せめてそれを開墾して大農場を開くことで、美しい田園風景を損なってきたことの埋め合わせをしたい。それこそ国家公共のためであり、自分がなすべき事業ではないか。井上はそう考えたのです。井上はこの構想を岩崎弥太郎の下で三菱を支えていた小野義信に打ち明け、助力を依頼します。当時三菱社は弥太郎の死後、実弟の岩崎弥之助が第2代社長についていました。小野義信は早速井上と弥之助を引き合わせます。国家公共のため荒れ地に農場を開きたいという井上の高邁な願いに感銘を受けた弥之助は、その場で出資を快諾したといいます。こうして明治24年1月1日、井上が城主となり、小祝農場が開設されました。小祝という名前は、小野義信、岩崎弥之助、井上勝、3人の名字から一字ずつ取って作られたものです。この後、小祝農場を訪れます。小祝農場内には、国の重要文化財に指定された建物21棟があり、そのほとんどが今も現役で使用されています。そのうちの9棟を見ることができる上丸牛舎へ行ってみましょう。牧場園入場口を左に進み、しばらくすると出口ゲートが見えてきます。上丸牛舎はこのゲートを出て道路を渡った場所にあります。日本最大級の民間総合農場である小祝農場。その酪農発祥の地がこの上丸牛舎です。ここでは約300頭の牛が暮らします。明治期に輸入した種牛の改良を続け、120年以上にわたり優良な牛を育てています。第1号牛舎。昭和9年建設で木造2階建てです。1階は搾乳牛用の牛舎、2階は乾木層の倉庫となっています。第2号牛舎。明治41年建設で木造2階建てです。出産を控え搾乳を休んでいる牛の飼育や分娩用の牛舎で、農場内で最古の牛舎となっています。第1号サイロと第2号サイロ。明治40年、41年建設でレンガ造りです。
青草を食べさせることができない冬場の家畜の飼料を確保するため、サイレージという発酵飼料を作る施設です。この2つのサイロはともに日本に現存する最も古いサイロと言われています。評量場と言われる施設です。牛の健康状態をチェックするための体重測定や、ひづめが伸びすぎないように策定を行うための場所として建設されました。現在も当初の姿を色濃く残している点において、小祝農場の歴史を示す建物の一つです。日本の酪農の発展とともに歩み、130年以上の歴史を持つ小祝農場。洋式農場を目指して作られたこれら過去の施設は、日本の近代農場の歴史を現在に伝えています。小祝駅を出ると列車は雫石に向かいます。先ほど見たレンガサイロを模して作られたという七つ森歩道橋をくぐります。まもなく終点、雫石です。どなた様もお忘れ物のないようお一つください。降り口は右側です。本日は JR 田沢湖線をご利用くださいましてありがとうございました。盛岡駅から16km の場所にある雫石駅。1日に数本小町号も停車する駅です。こちらは南口ですが、正面口駅1階の雫石町観光物産センターではレンタサイクルもあるので、観光に活用しても良いかもしれません。周辺には雫石川をせき止めて作ったダム湖、御所湖があります。御所湖の名前の由来は、南北朝時代の武将北畠顕信が4年ほど滞在し、この周辺が雫石御所と呼ばれたことを起源に持ち、昭和30年まではここは御所村でした。現在は合併により雫石町ですが、かつての御所村にちなみ御所湖と名付けられました。御所湖周辺には開湯から900年、盛岡の奥座敷として親しまれるつなぎ温泉や、馬を家族同様に扱い、いつでも目が届くように母屋と馬屋を棟続きにした南部曲屋、そして7月の中旬にかけてホタルを見られるお入りの湿生植物園があります。つなぎ大橋のたもとには、みちのく三大湖の彫刻の一つ、シオンの像が立っています。御所湖の北岸にこの地方の昔の暮らしがわかる施設があります。古来、全国有数の馬産地であった岩手県には、この南部曲屋という L 字型の住宅がたくさんありました。これは母屋と馬屋が一体となった構造で、
飼育している馬の様子がよく見えるようにとの愛馬精神から考え出されたと言われています。旧南部藩内に見られる岩手を代表する民家です。屋根はかやぶきで断熱効果に優れ、夏は涼しい作りになっています。冬はかまどの煮炊きの暖かい煙が胸続きになっている馬屋を通って出ていくことにより、厳しい寒さから馬を守っていました。壁は古米土壁で、伝統的な古米下地に幾度も土を塗り重ねる工法で作られています。この地域の当時の人々が馬をとても大事に扱っていたことが垣間見える家屋です。南部曲屋からは500メートル、つなぎ大橋からもすぐの場所にあるお入りの湿生植物園。4月初めには水芭蕉の花が咲き、5月下旬から6月上旬までは柿つばたが見頃となります。自然豊かなここでは7月上旬から中旬にかけて数百匹のホタルを見ることができます。撮影時は7月下旬だったため見ることはできないだろうと訪れましたが、数匹のホタルを見ることができました。7月上旬に御所湖周辺に訪れる予定の方は見に行かれてはいかがでしょうか。雫石駅より先は普通列車の本数が少ないので、角館駅までは新幹線で移動しましょう。開業以来走っていた E3 系に代わり、2013年に登場した E6 系。最高時速320キロという高速走行のため、フォルムから台車に至るまで騒音対策を徹底し、さらにフルアクティブサスペンションなどの乗り心地も追求された車両です。デビューより10年が経過しているにもかかわらず、静粛性や快適性に驚きました。この赤渕駅を過ぎると、田沢湖線は奥羽山脈を越えるため本格的な山岳線となり、急勾配や急カーブが待ち受け、トンネルや橋梁が連続します。大小さまざまな9つのトンネルを抜け、大地沢信号場を通過します。積雪で不動になることを防ぐため、信号所のポイント部分はスノーシェルターで覆われています。スノーシェルターを出てすぐ列車は奥羽山脈を通る3915メートルの千岩トンネルに入っていきます。こちらは国道の千岩トンネル。鉄道の線形は比較的垂直に奥羽山脈を抜けますが、国道は国見温泉方面に膨らんでから抜けています。どちらも
トンネル内で県境をまたぎ、抜けた先は秋田県です。列車は千貫トンネルを抜けると志度内信号場を過ぎ、しばらく渓谷沿いを走ります。渓谷を抜けると間もなく田沢湖駅です。まもなく田沢湖です。ホームが一段低くなっておりますので、足元にご注意ください。田沢湖の次は角館に停まります。JR 田沢湖駅。現駅舎は秋田新幹線の開通に合わせて1997年に建設されたもので、ガラスを多用したシースルー構造となっています。ガラスと木を上手に組み合わせたモダンな駅として東北の駅100選に選定されています。田沢湖駅から約 7km、バスやタクシーで15分ほどの場所に瑠璃色の湖面が美しい田沢湖があります。周囲約 20km のほぼ円形の湖で、水深は 423.4 メートルと日本一の深さを誇っています。遊覧船で巡ることもでき、湖周辺には歴史ある名所や旧跡などが訪れた人を楽しませてくれます。田沢湖の見どころは、光の加減によって湖面が鮮やかな瑠璃色、紺碧、藍色に変化する水の色ではないでしょうか。田沢湖北岸にある名所、御座の石。ここは湖畔に御座を敷いたような平坦な岩場です。昔、秋田藩主が田沢湖遊覧の際、腰をかけて休んだと伝えられます。湖西岸には田沢湖を背景に佇む金色の龍子像があります。シオンの像に続き、みちのく三大湖の彫刻の一つです。シオンの像とこの龍子像の作者は船越泰武で、戦後の日本を代表する彫刻家の一人です。東岸にある田沢湖レストハウスは、田沢湖駅から運行する路線バスの停留所にもなっています。ここでは観光遊覧船高速艇田沢に乗船することができます。桟橋ではウグイが群れをなしています。
この高速艇田沢の運航期間は4月下旬から11月上旬となっており、田沢湖レストハウス前の白浜から出港し、御座の石や辰子像を巡り、約40分で戻ってきます。通常遊覧船の速度は10から15ノットですが、この高速艇田沢は23ノットとても速い速度で運航します。室内の座席でも後部のデッキでも楽しめる快適な遊覧船です。田沢湖南岸から少し入ったところにある思い出のガタ分校。昭和49年に廃校となっていた小保内小学校の分校が修復され、平成16年に思い出のガタ分校として一般公開されました。トラス構造の天井、水銀灯、ステージやピアノなど、すべてが懐かしく感じます。校庭や校舎、教室の内部に至るまで、すべて当時のままで残されています。この場所では教習を覚える方も多いのではないでしょうか。田沢湖周辺に訪れるときは、ぜひ一度立ち寄ってみてください。列車は田沢湖駅を後にします。田沢湖駅を出てしばらくすると、雄物川の支流である多摩川を渡ります。後ほどご紹介する抱き返り渓谷はこの下流にあります。山間部を抜けると平地が広がってきました。秋田県最大であり日本一とも言われる平地、横手盆地の始まりです。神代駅を過ぎしばらくすると、進行方向左手に大きな杉の木が見えてきます。神代杉です。推定樹齢は500年の杉の巨木です。樹高39メートル、幹回り 8.6 メートルで、仙北市の天然記念物に指定されています。
横手盆地は国内有数の穀倉地帯で、秋田小町の主産地の一つとなっています。この辺りは横手盆地でも北部にあたり、仙北平野とも呼ばれ、扇状地帯の特徴から至るところに多くの湧水が湧き、肥沃な土と適度な寒暖差で良質のお米が収穫されます。このように澄んだ水で育つ稲を見て、秋田のお米の美味しさの秘密が分かりました。まもなく角館。角館の次は大曲に止まります。田沢湖駅から湿原地帯や田園風景を走ること約15分。列車はみちのくの小京都と呼ばれる角館に到着します。角館駅には田沢湖線のほかに北秋田市の鷹巣駅まで結ぶ秋田内陸縦貫鉄道も乗り入れています。ここから徒歩20分ほど行ったところに国の重要伝統的建造物保存地区に指定された角館武家屋敷通りがあります。半径 2km ほどの小範囲に古くからの建造物が数多く現存しており、日本人はもとより外国人観光客にも人気の観光名所が角館の武家屋敷群です。深い木立と重厚な屋敷構えが今もなお半世時代の面影を残しています。現在の武家屋敷通りの基礎は1620年に芦名義勝により作られたことが始まりと言われています。その芦名家は3代目で跡取りが途絶え、続いて佐竹北家がこの地を統治します。京都の公家出身だった佐竹義親が京都を懐かしみ、京都の文化を積極的に持ち込み、みちのくの小京都と呼ばれる角館の町並みが形成されました。この地区ではいくつかの武家屋敷が一般公開されていて、時を刻む建築物や庭園を見学することができます。この青柳家の母屋は約200年前の建築のままに、座敷内の板欄間に施された家紋の透かし彫り、雪国特有の回り縁など武家らしい威厳に満ちた造りとなっています。庭園内では裏山から数百年絶え間なく流れ込む沢水など、至るところに見どころがあります。武家文化と公家文化が見事に融合した角館。始まりから400年以上が経過した今も、町の形は大きく変わらず残っています。
角館駅からタクシーで15分。東北の耶馬渓と称され、独特の青い渓谷がとても美しい抱き返り渓谷も見てみましょう。遊歩道が整備されていて、さまざまな奇岩を縫うように渓流が流れ、青い水の色と原生林との調和が見事な場所です。入り口から40分ほど歩くと、渓谷一の名所、見返りの滝があります。水しぶきを上げる様に何度も振り返って見たくなることから、その名がついたようです。抱き返り渓谷は、青い渓流と両岸の原生林が美しい秋田有数の観光名所です。角館から終点の大曲までは再び普通列車で移動しましょう。角館駅を出ると、先ほどの抱き返り渓谷から流れてきた多摩川を再び渡ります。うぐいすの、羽後長野、槍見内と過ぎ、羽後四谷では JA 秋田小箱ライスターミナルが見えます。 JA 秋田小箱のウェブサイトによると、秋田小箱とは秋田で生まれ育った娘さんのことと伝えられているそうです。北大曲を過ぎると、次は終点の大曲です。見渡す限りの田園地帯を行きます。まもなく大曲駅です。盛岡と大曲 75.6km を結ぶ田沢湖線。終着駅の大曲駅に到着しました。列車前方にある車止めが終点を示唆しています。田沢湖線は大曲駅が終着駅ですが、小町号は秋田まで向かうにあたり、この駅でスイッチバックという珍しい方法をとります。角館方面から入線してきた小町号の先頭車両は、大曲駅に着くと秋田に対し反対方向に向いています。このため最後尾車両を先頭車にして秋田に向かっていくのです。では実際に見てみましょう。角館方面から小町号が入線してきます。今まで最後尾だった車両がヘッドライトを点灯して先頭車に変わります。
乗客を乗せた後、車両は大曲駅を出発します。そして左側の奥羽本線へ入り、秋田に向かいます。このように大曲駅を経由するすべての小町はスイッチバックをして、それぞれの目的地に向かいます。大仙市の中心となる駅で、田沢湖線の終着駅でもあり、始発駅でもある大曲駅。この町は花火の町としても知られています。駅前には花火の町らしいモニュメントが据えられています。この大曲は日本三大花火大会の一つである全国花火競技大会大曲の花火の開催地です。全国から選抜された一流の花火師が競う日本で最も権威ある大会で、毎年8月の最終土曜日に開催されます。ここから徒歩で10分ほど行ったところに花火の資料館花火アムがあります。花火伝統文化継承資料館花火アム。大曲の花火発祥地に花火文化の歴史と魅力を伝え、数々の花火資料を貴重な文化的財産として継承していくために誕生した施設です。花火の歴史や製造方法、鑑賞の仕方などが常設展示されています。壁面では大曲の花火と全国花火競技大会の歴史が紹介されています。大仙市ではほぼ毎月何かしらの花火が打ち上がるので、イベントに合わせて旅行計画を立てるのも面白いかもしれません。最初は京弁鉄道からスタートし、地方交通路線の一つだった田沢湖線ですが、現在は新幹線車両が走る重要路線となりました。その沿線をたどってみると、東北の美しい風景、伝統、文化が凝縮されており、迎えてくれた名所の数々は美しい思い出として深く心に残りました。